アドバのレーシングナットです。レーシングナットはアルミホイルを変えたら絶対気を使うべきであって、これはヤシオファクトリーはもうずっと愛用してます。鉄でできてるし、もうアルミではないのでね、まず抜けることもないという、このホイールにバッチし合うようにこれも変えます。これうちのお客さんがつけててすげえ欲しくなって、見てこれ、見てっつってんのこっちだよ。どうよくない？ああ、初めて買うから分かんないんだけどこの間お客さんがつけてるの見てなんか欲しくなっちゃったんだけど、これをなんかマットが綺麗だとなんか C 社っぽくねえかということで、これ1万7000円くらいだったけど買ってみたということです。テンションロッドもなんかどこのだかわかんないのがついてたので、こんな感じで交換しました。いよいよ明日構造変更の予備検に行ってきます。まあ余裕ですけどね。さあ今日は6月の11日金曜です。いよいよですね6月の21日に、車を引き渡すために出発するのですけれども、本日、構造変更の予備検査取ってきました。まだまだこれからやらなきゃいけない作業があるんですけれども、まずラジエーターですね。ラジエーターを交換ですね。でエキマニも今回純正のヤシオファクトリー始まって以来、純正のエキマニを新品に変えるって多分今までやったことないかもしれないということで、エキマニですね。でシフトノブ、シフトブーツ、スピンターンノブ、これは3号のエアフローですね。でパワーフローアダプターで岡ちゃんウォーターテンプ3ですね。これも絶対必需品なのでつけています。でブーストも、女性なのでそんなに過激には上げないですけれども、ちょっとだけブーストアップしたいなということで強化アクチュエーターをつけます。今巷でみんな血眼になって探しているというニスモのフルスケールメーターですね。これも取り付けます。それからですね、ニスモのフュエルポンプです。やはりね古くなってきてる車なので、最近ポンプがダメで
加速しなかったりとかっていう車もありますので、ポンプはね、今このニスモのポンプっていうのが異常になんか値が上がっちゃってて、定価で12万とかってするんですけれどもね背に腹は変えられないということでニスモポンプです。この燃料タンクのキャップですね、この蓋のこういうところがね、経年劣化でもう割れてきちゃうんですよ。ですからうちはこういうものは常に常備してますけれども、こういうものも新品にしてこう万全を尽くして納車したいということでですね、それからあと、ヤシオファクトリーの、岡ちゃんスーパー触媒っていうのもあるんですけれども、これは今日時点ではまだ物が来てないので、撮影はできないですけれども、納車までにはちゃんとつくようなそういう段取りでやってます。ということで、あとこれ、フロントリアのブレーキのキャリパーオーバーホール、これもやります。ということで、もういよいよあと1週間近くになりましたからね、ちょっとケツに火がついている状態なのでもうサクサクとやっていきたいと思います。全長が450、幅が178、高さが125センチになりました。この数値じゃないとね、車庫証明が取れないって言うんですよ。だからノーマルの数値ので車庫証明出してもダメだって言われて、さすがに地方行って車庫証明ごときで登録ができなかったらなんつったらもう目も当てられないんで、今回ちょっと頑張って予備券だけ先に取りました。夢の中古車、いよいよ大詰めになってきました。大詰めというかほとんど完成です。どうですかこれヤシオファクトリースーパーサイレントチタンマフラー、これです。こんなに上の方にオフセットしてるの分かりますよね、これね。ほら、これで最低地上高を確保してるわけです。触媒見てください。触媒もこのフランジとつらい位置になってます。その分上にオフセットしてますね。これがヤシオファクトリー岡ちゃんスーパー触媒です。その他は今回やったものに関して言えば、テンションロッド、キャンバー調整するためのアッパーアームですね。でブレーキは、キャリパーもオーバーホール済みです。あとは頭調整をするためのテンションロッドです。テンションロッドプラス、フロントもキャリパーのピストン全部新品に変えたオーバーホールです。壊れそうな部分は一応全部やったつもりです。ということで今度エンジンルームに来ます。エンジンルームです。ラジエーターは銅のラジエーターに変えました。プラグも H ケースの8番のプラグに変えてます。またコイルは3号コイルに変えました。当然コイルハーネスも天下統一ミルスペックに変えています。であとはうちの定番の3号エアフローですね。でアクチュエーターで、
コンマ78にセットして、セッティングはしたいと思います。純正の芋マニです。新品です。いや気持ちいい。ニスモポンプもキャップもつけたんですけれども、今は取り付けちゃった状態なので見えていません。ニスモメーターです。今これ巷ではヤフーオークションで20万ぐらいしてますからね。それがついちゃうってすごくない？ということでオカちゃんウォーターテンプ3までついてます。それから当然のことヤシオファクトリーシフトノブ、シフトブーツ、スピンターンノブと、このセットはもう定番ですね。ハンドルに関しては現地で俺の大好きなナルディラリーに変えるということで、今はこれもナルディラリーなんですけどもちょっと違いますね。ということでいよいよ大詰めです。セッティングして終了です。完成しました。いや今日は火曜日です。15かな、15かな。いやですね、こんなに一生懸命車を作ってるんですけれども、やっぱりトラブルっていうのは出るんですね。まず陸自から帰ってきて、当然これローダーで帰ってきてるんですけれども、帰ってきたらまずスピードメーターが動かなくなりました。スピードメーターはもともとニスモに変えようと思ってたので、想定ないというか、なんでだかわからないですけれども、壊れちゃったんでいいんですけれども、当然こうやって新しいものにつけてますからね。ところが今度ラジエーターを変えたら、いきなりクーラントの矢抜きをしてたら水温がどんどん上昇してきて、と思ったらサーモスタットが壊れました。本当に大丈夫？お前頑張ってくれよ。もう例えば経年劣化で壊れるような場所、大体ヤシオファクトリーのノウハウで大体はもう直してるんですけれども、それでも想定外のところが壊れたりするっていうのがさすがに20何年前の車なんですね。いやちょっと納車気分、納車と言いながらも、ちょっと休暇をいただいてちょっとのんびりしようかなと思って、旅行半分の納車の旅というのを来週の月曜日からしようと思ってたんですけれども、なんか神経張り詰めてます。なんか納車の高速道路でトラックの跳ね石でガラスが割れるとか、なんか予期せぬ事態がなんかどんどんなんか起こりそうな気がしてきましたね。本当にやっぱりね、中古車って壊れて不思議ないよ。その辺の中古車センターで売ってる車をシルビアを買いました。でちょこっと乗ってダイナモが壊れたね、どっかが壊れた、それはねもうしょうがないよ。だって俺がこんだけ愛情込めていろいろ見てたって、サーモスタットが壊れるなんてね、そんなめったにあることじゃないんだから。
それがいきなり壊れるってことはね、もうこれね、明日明後日壊れることっていうのはもうね、神のみぞ知る、これもう聖域です。俺もそのぐらいの領域にいるかなと思ったけど、まだまだ修行僧です。ということで、来週の月曜日、こちらは朝5時に出発します。無事にオーナーのもとに笑顔で届けられたら、本当それを願うばかりです。いや、これね、最終回は本当感動の涙ですね。多分見てる皆さんもきっと感動のるつぼにはまると思います。ということで、最後まで見てください。よろしくお願いします。